はいどうも皆さんこんばんは、マシマです。はい、お久しぶりです。お久しぶりと言っても1週間ぶりですけども、どうも皆さんお久しぶりです。またね、オープニングで変なキャラクターが増えているんですけどもなんかあれ書くの楽しくなってきちゃったよはい、どうも皆さんこんばんは。はい、こんばんはっす。はい、こんばんは。初めてって人もいるの？うわ、嬉しいっすね。いや、つってもね、ぐだぐだ言いながら落書きをするだけの配信なので、ね、ちょっと楽しめるかはわからないですけども、はい。ね、ぜひ楽しんでいってください。こんばんは、待ってました。初めて、ありがとうございます。はい。今日はね、ほんと落書きに特化した配信にしようかなと思っていて、そうそう、あとね、ちょっとレイアウトちょっと変えたんすよ。少しレイアウト変えたのと、あとなんだっけ、クリスタの全体 UI が見たいっていう人結構多くて、UI 見せようかなと思ってね、ちょっと別の配置も考えたんですよ。でもそうするとね、ちょっとコメントつんなくなっちゃうんだけど、一応僕コメントは他のディスプレイで見てるんで、 YouTube 上からねコメントは消えちゃうんだけど、ちょっと今日試しにね、こっちこれでやってみようかなと思います。これね、絵描いてる人にとってはこっちの方が見たいらしいんですよ。これでもね、絵描いてない人にとってはね、もうごちゃごちゃして見づらくてしかも絵がね、ちょっとちっちゃくなっちゃうっていうのがあるんだけど、今日はちょっと試しにね、これでやってみようかなと。レイヤーとかね、ここにあるのがレイヤーなんだけど、レイヤーとか、僕が使ってるペンとかね、どういう色を選んでるとかもなんとなくわかるようにはなっております。今日はね、これでやってみようかなと思います。はい、ちょっとね、コメントは表示されないんですけど、読めてますんで大丈夫です。はい。でね、今回落書き配信やる前に、僕が今まで Twitter で書いた落書きをちょっと紹介したいなと思って、気に入ってるやつとか、ちょっと昔のやつとかね、特に最近僕の Twitter とかフォローした人とかは、昔の落書きとか知らないんじゃないかなと思ってですね、ちょっと昔の落書きを発掘して、いくつかちょっとね、懐かしい感じのやつを発表したいなと思ってるんで、ちょっと見てください。はい、まずはこちらこちらです。これなんだか知らないんだけどもうなんかひたすらハッピーをコピーしただけの落書き謎の落書きです。これ覚えてる人なんかいないでしょね、こんな古いやつをちょっとね見せていきますよ。はい、次はこちら。これはね、これも結構古いハッピーとシャルルの落書き。もうどれぐらい前だろうな、もう相当古いと思うんだけど、知ってる人いるかなかわいいこれかわいいよね。僕もねこれすごい可愛くて気に入ってんすよはい。で次がこちら。これもだいぶ古いよ何これって感じだけどこれ多分メイビスとマスターですね。いや全然書いた記憶ないんだけど、僕のなんか落書きのフォルダの中にあったんで。覚えてる人いるあったって言ってるけど、やります。覚えてる人いるんだ。相当古いと思うよ。ね、こんなのもあります。あとね、これもねお気に入りの落書き。ハッピー耳長ってやつ耳長すぎって引きずってるじゃんってやつ。これもねかなりお気に入りの落書き。めっちゃ耳長いハッピーで続いてこちら。はい、ぐてっとしてるウェンディとシャルル。これもね相当古いと思う。多分あんまり覚えてないんだけど、多分すごい夏の暑い日だったのかな。これも覚えてます。結構みんな覚えてるんだねじゃあ続いてこちら。これねすっごい気に入ってるんすよ。ミラの落書き。2013年って書いてある。2013年
2000もう今から10年ぐらい前ってこと？古いね。ね、これもね気に入っております。はい、そしてこちら、これね当時ね僕多分 FF14 ハマってたんですよで FF14 風に描いたルーシーですね。いやー懐かしい。ちょっといつもとね塗り方とか描き方全然違ってるんですけど、はい。で続いてこちらこんな落書き全然書いた記憶ないんだけど、全然書いた記憶ないんだけど、これは覚えてる人いないかな、さすがにはい。でね、これが僕のとっておきのやつ。これねすげえツイッターでもねリツイートされたの。これは覚えてる人多いんじゃないかなって思うんだけど、でも最近僕のツイッターフォローした人とかは多分知らないだろうね。はい。ツインテールの日ってことで書いた4コマ漫画。エルザがねこうフェアリーテールの男の子のキャラに全員ツインテールにしちゃって、ジェラールもやるのかって思いきやね、最後はね自分がこうだっていうところがなんかちょっとエルザっぽくていいよねはい。で次がこちら、これもね気に入っておりますこれ絶対パンツ見えてるよね壁ドン、足での壁ドンバージョン、ジュビアのこれもすごい好きですね。はい、続いてこれはね全く覚えてないんですよ。書いた覚えもないし、もしかしたらツイッターに上げてないかもしれない、未公開かもしれないわかんない、覚えてない。これはどうだろう、覚えてる人いるかな。さすがに僕もね書いた記憶すらないんだよね前回せっかくねかっこいい夏書いたのにね、なんじゃこりゃっていうね、見たことある気がする。本当？その夏くん見ましたこの夏見たことある。あ、そうなんだこれはい、続いてねこちらです。これジャイアントスイングこれシリーズ化されてるんですよ。ジャイアントスイングシリーズがあってですね、はい、次々いきますよ。めちゃくちゃいっぱいなんかこのシリーズあるんですよね。なんでか知らんけどなんでか知らんけどいっぱいシリーズがあるんですよ、ジャイアントスイングで。一番最後のやつがこれ発表した記憶がないやつすげえ謎のジャイアントスイング。これね発表した記憶ないんだけど、どうだろうねまあ需要がないって可能性もあるんだけどね。ウェンディとなんだっけこいつやべ、名前忘れちった。あれど忘れした名前。あれなんだっけ。ウェンディと誰か教えてど忘れしちったよ。シェリア、そうそうシェリア、そうです。すいません、ファンの方いたらすいません、忘れちゃった。シェリア、はい。でエルザとジェラール、なぜかエルザがぶん回してる方はい。でガジルとレビー、もうワイルドだよね。ワイルドですよ。これ気づいた？ここに実は実はねリリーも回してるんですよ、すごい奥の方で片手でねグワングワン言いながら回してる。でグレイとジュビアジュビアはめちゃくちゃ喜んでるんだけど、グレイはなんか無表情ですで夏とルーシー、これもね夏がすげえ豪快に回してんだよねはい、こんな感じのやつね。で、続いてこちら、はい、僕の一等お気に入りの落書きです。いやめっちゃいい顔してるねめちゃくちゃいい顔してる
イケメンだって言ってるね。力作ですね。そうなんです。力作なんですね。こんな感じでまだまだ他にもあるんだけど、これ後でね後半また発表しましょう。はい、じゃあね落書きやっていきましょう。画面ちょっといつもより今回ちっちゃいんだけどね、この横の UI が見えてるせいで画面ちっちゃいんだけど、はい、早速なんか書いて5ちょっと待って、レンズゼロのイレイサー書いてください。イレイサーってなんだっけ。あいつか。もういきなりなんか速攻マニアックなやつ来たね。書きましょう。覚えてっかな。出番ないんだよな、あいつあんまり出番ないから。書き慣れてない。書き慣れてないかもしれん。携帯のなんか来ましたまた回しちゃった回すの癖なんです。ちょっとねたまにこう回しちゃうのあったらごめんね、見づらかったら。回した方がね早く書けるんですよ。ついついねなんか回しちゃう時があるんだけど、なんか違う。こんなんじゃないぞ。もうちょっとあれか、眉毛が違うな。もうちょっとなんかぼーっとした感じなんだよな。前髪が長くてなんかここにこういう模様が入ってたんだよな。いやかなり怪しいぞかなり怪しいぞ。書き慣れてないキャラはね怪しいっすねまあでもこんな感じでしょ。はい、もう一発目がねドマイナーキャラなキャラ来ましたはい、さあ次行こう。何にしよっかな。四季レベッカ。はい、そうね、四季とレベッカも書きましょう。四季はねさすがにね書き慣れてますよ。ほぼほぼ夏と一緒だからねほぼほぼ一緒だからね。ちょっと違うんだけどさ、実は眉毛がね短いんですよ。眉毛が短いのと夏よりちょっと目ちっちゃいかな。あとちょっと下のクマっていうか目の下がちょっとだけ夏より濃いです。こんなんもうね間違い探しレベルなんだけどさ、一応ね少ない僕の持ってるバリエーションの中でも頑張ってバリエーションつけようとしてるんですよね。なんかちょっと悪人面になっちゃったな。さすがにちょっと悪人面すぎるなそうこいつさちょっと物語の途中で成長したからさどっち書こうか迷ってて今ちょっと中途半端な感じになっちゃった。一応ねアニメもやるんでまだ2期がね、子供っていうか少年バージョンの方でいきましょう。アニメはね少年バージョンの方で多分続きがやるんでね。はい、早いなこいつはやっぱ。いいねデジタルはベタ一瞬でね。アナログの時はさこれベタ塗るのもめっちゃ時間かかってたからね。さてレベッカも書こう。レベッカもさすがに書き慣れてますね。最近そうだね、何話そうとしたんだっけ最近YouTube のさ動画を作るときに教材というかなんだろう、
教材でいいのかな、例を出してさ説明するときにさ、自分のキャラを使うんだよね。結構ね、オリジナルキャラ使う時もあるし、なんか自分の過去作のキャラ使う時もあるんですけど、まあやっぱフェアリーテール多いよね。まあ、一番っていうか長く続いたし、まあ、みんな一番知ってるだろうってことでフェアリーテールのキャラ書くこと多いんだけど、たまにねエデンズとかレイブのキャラも書いたりしてね、教材にしてるんですけど、いやー、いまだに編集見つからず見つからずっていうかね、別に自分でやるのがそんな苦じゃないんですよね。時間かかるけど編集自体はすげえ楽しいんだよね。ただ時間かかるんだよな、慣れてないからさ。まだすげえ楽しんでね編集作業をしてる。またね来週の月曜日あたりに新しい動画上げますんで、ちょいと楽しみにしててください。今回はねストーリーの作り方的なやつをね、教材というか講座と言いますか、はい、やります。ストーリーの作り方とか偉そうなこと言ってるけどさねえ、これもうほんとね、あれだよ、自分をめちゃくちゃ棚に上げないとそんなことできないからね。おめえの話面白いのかって言われたら、いやーそれはちょっと分かんないっすけどつってなるんだけどさ、でもほら講師ってそういうもんじゃないですか僕講師じゃないけどさ。はい、とりあえずこんな感じ。さて次何書こうかな愛してるヒロ、ありがとうアンガトさん、めちゃくちゃさっきから愛してるヒロって言ってくれてる人がいるんだけど、ありがとうねメイビスあ、ちょっと画面ちっちゃいか、ただでさえちっちゃいからな、ちょっとアップで書いた方がいいのかな。メイビス、あれメイビスなんか書かなかったっけ、先週か先々週か、覚えてないね。何書いたかとか全然覚えてないんだよな。先週夏書いたのは覚えてんだけど、他のキャラ何書いたか、筋肉マン書いたわ筋肉マン書いた。怒られたらねほんとカットするからね、そこ今んとこまだ怒られてないんだけど、怒られたらカットしますメイビスも眉毛が短かった記憶がある。で結構こんな感じでまつげがいっぱいトゥルトゥルトゥルってあったんだよな。多分覚えてる。あれこんなんだったっけな。あ、これ忘れてた。こういうやつがついていて、こんな感じだったかな。こんな感じだね。はい、メイビスできました。あ、かわいいってありがとう。かわいいって言われたんで色つけようそんな理由で色塗りのさ動画出したんだけど、見てくれた人いるかな。めちゃくちゃ早く色塗る方法みたいな。めっちゃ早く塗れるんですよ。あ、こんな髪の色じゃねえ、これレベッカの髪の色だ。はい、こんなんだったかな。色塗りね、ほんと雑に塗ろうと思えばいくらでも早く塗れるからねね、はい、こんな感じ。さて続いて何書いていこうかな。今コメント見てますよ。リサーナお願いします。はい、リサーナ。なんかリサーナもこの間書いた気がするんだけどな。この間じゃない、2週間ぐらい前に書いた気がするな、リサーナ。リサーナは目が特徴です。目がね、なんだろう、あまり黒くないんですよ。青目なんで、目の中に白黒で描くときはポツンと点を描くぐらいですね。
リサーヌなんか途中で髪型変わったんだよな。どんなんだったっけな。まあいいや、ちょっと覚えてないんで古い方で。雪乃と被るんだよな。うん。あ、思い出してきた。なんかここちょっと短いツインテっていうかなんかこうなってんだよな。はい。さあ、何書こう。アイリーン。アイリーン。あ、アイリーン。アイリーン覚えてっかな。アイリーン覚えてっかな。アイリーンね。100年クエストにはさ、出てきてんだけどさ、あれ作画僕じゃないからね。アイリーン覚えてっかな。ちょっと怪しいな、かなり。いや、多分だけど、フェアリー終わってから一回も書いてない気がするぞ。ちょっと単行本見よう。ちょっと近くに100年クエストあったんで、出てくるかな。ちょっと見よう。おい、裸じゃねえか。おい、裸は書けんって。どんなクソだったっけな、こいつ。うわ、覚えてねえ。なんでスパダカなんだよ。俺がそうしたんだよな。100年クエストで実はね、アイリーン出てくるんですよ。ネタバレになっちゃった。見てない人にとって。まあ、出てくるって言っても死んでるんだけどね。あ、これもネタバレか。あまり言わんとこ。一応出てくるんですよ。しかもすっぱだかで。ね。僕そういうの好きなんでね。ちょっと待って、なんかちゃうな。ちょっとバランス変えよう。ちょっと目のバランスを変えますね。いや、輪郭がおかしいことに気づきます。これは輪郭がおかしい。で、こんなんだったような気がするんだよな。結構なんか派手な帽子をかぶってた気がする。で、ここでね、こう結んでるんですよ。うん、まあ、それっぽい感じになってんじゃね。服装はちょっと本当に覚えてないんで、ちょっと適当で。こんな感じかな。うん。ちょっとスペース取るな、こいつ。はい。できました。間違えた。間違えた。色塗ろうとしてちょっと失敗してます。うん。エルサと同じ髪の色だよな、確か。まあ、そりゃそうだわな。これ色塗るとちょっとそれっぽくなるよね。うん、はい、完成できた。さあ次行くぞ。今日はもうガンガン落書きするんだ。ちょっと筆変えよう。筆じゃねえ、ブラシ変えよう。最近お気に入りのね、筆ペンを使おうかな。筆ペン、どこ行った。筆ペン、あれどこ行った。こっちか、漫画の方か。筆ペン、よし。これもね、すげえ好きなんですよ。書き味が。めっちゃいいの。よくないですか。これでさ、こうなんか、ドラゴンとか書くとすげえ迫力出そうだよね。ね。この書き味めっちゃ好きなんだよな。間違えた。これで、せっかくの筆ペンで、迫力ないものを書く。キーノを書く。ちょっとでかく書きすぎた。ちょっとでかく書きすぎたぞ。耳が書けねえ。あ、怖い。せっかくの筆ペンで迫力のないものを書いたらなんかでかくなりすぎた。よし、新しい紙にしよう。さっきのやつちょっと全体見せようか。
ね、とりあえず1個目のシートが終わりました。さあ次行こう。さてさて次何にしよっかな。ウルティアお願いします。ウルティアね、いいよ。ウルティアね、覚えてっかな。ウルティア覚えてるよ、さすがに覚えてっかな。ウルティアも多分連載終わってから1回も書いてない気がすんな。ウルティアね、はい。おっとまたネタバレするとこだった。フェアリーテール読んでない人もねワンチャンいるからねあんまりこいつがねどういう感じのキャラでどういうなったかとか言えないよね下手するとね、ちょっと気をつけなきゃそこは。昔さ、僕ツイッターでフェアリーテールのジークハルトのネタをポロッと言っちゃってさ、もう古い作品だからねいいやと思って言っちゃったんだけど、いやー今読んでる最中なのにっていうリプ来てさやべえって思ったんだよね。申し訳ない、その人の楽しみ奪っちゃったね。それ以来ちょっとネタバレにはかなり気を使ってはいるんだけど、たまにポロッと言っちゃうよね、古い作品だとね。これこんなんだったような気がするんだけどな。リボンついてたよね、ここにね。よくよく考えたらさ、ウルティアって結構なお年なんだけどさ、可愛い髪型よねはい。いや筆ペンちょっとあれだな、でかくなっちゃうな、絵が。ちょっと戻そう。ちょっと違うペンにしよう。次はね、アニメーター専用リアル鉛筆。ダウンロードしたやつだな。これでいこう。これもね、書き味いいんすよ。こんな感じで。鉛筆の線みたいになるの。あとね、この裁風ペンってやつが一番のお気に入りなんだけど、これね、ちょっと調べたんだけど、どうやら自分で作ったやつらしい。前回さ、これ、ダウンロードした可能性があると思ったんだけど、自分のダウンロードリスト見たら入ってなかったんで、多分自分で作ったやつですね。どうやって作ったか覚えてないけど。さて次何書こうかな。ルーシー。はい。ルーシー。なんかルーシー毎回書いてる気がすんなまあ人気キャラだからね、ルーシーはね。フェアリーテールのさ、ちょっと前になんか100年クエストかなんかで人気投票やって、ルーシー1位だったんだよね。うん。本編やってる時も結構1位取ってたからね、やっぱ人気キャラなんだよね。一応さ、読者目線のキャラだからね。人気あんのかな。ルーシーも書き慣れたもんだな。たまにな、レベッカと髪の毛の分け目を間違えるんだけど、ルーシーはこっち。おっと危ない、ウェーブさせるとこだったウェーブさせるとレベッカになるんだよな。でサイドテール。いい、はいはい。さあ次行こう。次は早いなコメントがちょっと待ってな。次何にしよっかな。パッと見、空の書いてください。スパチャありがとうございます。空のって誰だっけ。空の、エンジェルか。はい。はい、エンジェル、目が思い出せない。目が、みんな同じなんだけどな、ほぼほぼ言っちゃえばみんなほぼほぼ同じなんだけど。でも表情でちょっと差をつける感じかな。
こんなんだろう。あ、こいつもなんかちょっとウルティアとかぶってんな、髪型。こんなんだろう。あれウルティアと同じこいつ。やべえ。ちょっと待って、しかもスペースが。こいつなんかアホ毛が特徴なんだよね、きっと。よいしょ。覚えてねえ。こんなんだったかな。違ってたらごめんね。はい。あんまりおっぱいの方まで書くとな、怒られそうだからな、YouTube に。やめとこう。ちょっとビビってる。はい、これぐらいかな。よし。はい。あ、スパチャありがとうございます。あなたは私を行きたくさせてくれます。どうもありがとうございました。何よりもそのままでいてください。はい。ありがとうございます。ローグくんを。ローグくん。ちょっと女子ばっか書いてたから、じゃあ、やろう書こうか。ローグもこれちょっと罠だぞ。隠れてる方の目を忘れてるぞ。右か左か。ちょっと調べた方がいいかな。ローグの目どっち隠れてんだっけな。ちょっと待ってな。ちょっと検索するわ。これさすがに間違えると恥ずかしいからさ。何で検索しよう。フェアリーテールローグ。FT ログで出てくるかな。右目かな、隠れてんの。右目っぽいな。よし。いや、便利ね。便利だね。そうそう、作品がさ、ある程度さ、認知されるとさ、検索でさ、自分のキャラをさ、分かるの超便利だよね。昔はでもさ、そんなことなかったからさ、ね、単行本とか見返してね、書いてたもんだけど、ネットでバーって調べられるからね。俺何回もお世話になってるよ、そういうの。例えばなんか、ウェンディの魔法を忘れた時とかね、魔法の技名忘れた時に、ネットで調べてうん、こんな技あったわ、みたいなこともよくありました。僕ね、みんなに一回ツイッターでさ、あれ聞いたことあるんだけど、覚えてる人いるかな。でも古い話なんだけど、ウェンディのね、三人称かな。違う、ジュビアだ。ジュビアの三人称で、ウェンディをなんて呼んでるか分かんなくて、ツイッターでファンに聞いたんですよ。ちょっと僕も答えも覚えてないんだけど、分かる人います？ジュビアってさ、みんなさん付けじゃないですか。誰々さん誰々さんって呼ぶんだけど、グレイだけはグレイ様って呼んでるんですよ。で、年下のウェンディに対してはなんて呼んでたっけって分かんなくなっちゃって、ツイッターで聞きました。誰か教えてくれた気がする。アニメでこうやって呼んでたよみたいな。ウェンディちゃんだったかな、ちょっと覚えてないんだけど、呼び捨てかな、ウェンディ呼び捨てだったかな、覚えてない。せっかく聞いたのに覚えてない覚えてないです。スティング書いて、スティングも先週書いたっしょ。スティングアセリューっつって書かなかったっけ。なんかアセリュー書いた記憶あるんだけどな。スティングとローグ根強いファンいるのかな。いるんだろうな。前も話したかもしれんけど、サイン会だか原画展でさ、スティングの板場を持ってた子がいたのね。すごいなと思って、スティングのグッズがまずそんなにあるんだってのに驚いた気がする。いや、嬉しかったっすよ、めちゃくちゃね。なんか主人公たちならわかるんだけど、スティングのグッズがそんなにあることもちょっと驚いてたし、なんか缶バッジみたいなのいっぱいカバンにつけてさ、板場ってやつ
持ってきてくれたんだけど、見せてもらったんですけど、そうね、前回焦り打つって書いちゃったから、今回はちょっとかっこよさげに顔でけえけど、はい、このキャラね、なんだかんだでね、最終決戦で結構活躍するんだよね。はい、傷が見えなかった、傷。はい、さあ何書こうかな。マニアックなやつぐるね、結構。イグニア書いてください。イグニアは書けるかな、書けるかな、イグニア。これはかなり怪しいぞ。イグニアはだって一応僕がデザインはしてるんだけど、多分一回も書いたことないからさ。自分では一回も書いたことない。ちゃんとちょっと今度練習しとくわ、イグニアは。イグニアだってさ、デザインはほんとしたのよ、僕がデザインしたんだけど、書いてるのね上田さんですからね。ちょっとこれもじゃあ検索しよう。イグニア出てくるかな。イグニアフェアリーテール、これか。画像出てくるかな。画像出てこないかな。あ、出てきた。これじゃあこれ見ながら書こう。イグニア、ちょっと初めて書く、緊張するぞこれは。イグニアってキャラね、知らない人いるでしょ。これね、100年クエストのキャラクターなんですよね。どういうキャラかっていうのは読んでください。読んでください。読んでください。読んだら分かります。それは当然だ。読んだら分かります。ちょっとね、初めて書く、超緊張する。どうなってんだこれ、眉毛。すんげえ眉毛してるな。こんなんなってるぞ。合ってんのか。こんなんなってるんだな。100年クエストね、あれなんですよ。基本的には全部デザインは自分でやってますよ。デザインっつってもまあ当たりだけどね、こんな感じで書いてくださいみたいなやつ作って、それをもうだいたい上田さんに丸投げして、まあ、かっこよくね仕上げてくれるんでね。イグニアもなんかあれよ、まあ、こんな感じで書いてっていうなんかラフみたいの渡して、そうしたらなんかすげえかっこよく仕上げてくれたって感じやね。イグニアはこういう設定で後々こういう風にこういう感じになりますみたいな感じとかね。それ話したかどうか覚えてないけど、まあでもなんとなくキャラの説明して、でどうなってんだこれ。あとはもう結構お任せでやってる感じかな。まあ、大体はねかっこよく仕上げてくれるんで。こんな感じじゃないかな、イグニア。はい、このキャラが気になる人は100年クエスト読んでください。お願いします。グリフォン加藤書いてください。一瞬で終わるぜそんな。はい、あ、そうだ、グリフォン加藤で思い出した。ちょっとグリフォン加藤で思い出した。前回のライブのコメント読んでたら、右下で動いてるグリフォンで酔ったって人がいたんですよ。いやちょっとすいません、配慮が足りなくて、ずっとさ右下でくねくね動いてたからさ、確かに気持ち悪いって思う人いるだろうなって思ってさ、申し訳ない、ほんと配慮が足りなかったです。で今回はちょっと消しました。でね、消したはいいんだけどさ、こっからがちょっとさウケるんだけどさ、間違えてさもうファイルごと消しちゃったの。だから動くグリフいなくなりました。もう僕の PC からいなくなりました。そんなミスある？間違えて全部消しちゃったよ。せっかくアニメ作ったのに。まあいいけどさ、あんなすぐ書けるし、どうせ。ありがとうございます。スパチャありがとうございます。
なんだい。この間スペースでお話しさせていただいた赤シャチです。お話できて大変幸せでした。ありがとうございました。初スパシャ失礼します。今日の配信も楽しみにしてました。最近気温の変化が激しいので体調面ご自愛ください。また見れたらジャスティスかエルシーが見てみたいです。はい、ありがとうございます。ジャスティスとエルシー書こうか。実は書いてないもんね。ジャスティスとエルシー書こう。新しいシートいこう。まあつってもさ、ジェラールとエルザみたいなもんなんだけど、ジャスティスとエルシーちょっと2人はな大変だから横顔でいいかな。横顔をね書くの簡単なのようん、目とか片方だけしか描かなくていいじゃん。だからね横顔すげえ描くの簡単。この間の動画見てくれた人いると思うんだけど、顔半分描くときってねどうしてもやっぱね罠があるからね大変なんだけど、横顔だとそんなに引っかからないかな。引っかかりづらい気がする。まあ引っかかるときもあるけど。あ、エルシーこっち向きだとあれだわあ、いいか、目隠れてない方か。目隠れてたらキャラじゃないもんな。そうそう、スペースの話ちょっと出たんですけど、ツイッターでね、最近っていうかここ 1,2 ヶ月ぐらいすごいスペースハマってて、でちょうど今週ねちょっと面白い試みしようと思ってね、凸待ちっていうのやったんですよ凸待ちしてみたんですよ。一般の方とか、活動者の方とか誰でもいいんでとりあえず来てくれっつって言って凸待ちをしたんですけど、いやーなんか楽しかったっすね。なんかあまりとか全然変な人いなくて楽しかったですね。もしかしたら変な人来た方がね盛り上がるのかもしれないけどねただちょっとねそういう時の対処ができるかどうかはちょっと不安だわ自分で。はい、ジャスエルです。ジャスティスとエルシー。さてちょっと待ってろ。さすがにこいつら色つけないとわけわかんなくなるからな。ちょっと軽くだけど色つけるわ。軽めにね。はい、よし。前話したっけ、投げ縄塗りっていうさツールめっちゃくちゃ便利なの。もし絵描いてる人でさ知らないよって人いたらさちょっと試してみてほしいんだけど、投げ縄塗りめっちゃ早いよ。こんな感じでもガッツガツ塗れるんでね。はい、投げ縄塗りってねどこに入ってたっけな。全然どこに入ってたかはちょっと覚えてない。サブツールの中にあるのかな。投げ縄塗りこれかな。投げ縄塗りっていうツールがあるんですけどめっちゃくちゃ便利なの。見える？これ今これ見えてます？こういう風に線を描くとほら中が全部塗れるの。すごくね。これめっちゃ早いんですよね。漫画の書き持ちとかもこれめちゃくちゃ早く描けるから。絵描いてる人でこれ知らんって人はね覚えておくといいと思いますよ。エロ漫画を描いてくださいいやバンされるからやめてください。バンされちゃいます書きませんよ。次何書こうかな。ブランディッシュ書いてください。ブランディッシュ書こう。
ブランディッシュ、ちょっとドカーン邪魔だな、まあいいや。ブランディッシュ、今日そうね、なんか一枚絵はちょっと今日はお休み。今日もう落書きに特化して特化してしようかなと思ってて、また次ちゃんと一枚絵のやつもやろうかなと思ってるし、まあ、あとね、ゲーム配信とかもやりたいっちゃやりたいんだよね。喋るスキルが上がったらやろうとか思ってんだけど。ブランディッシュ、眠そうな目なんよね。眠そうな目、眠そうな目だったような気がする。眠そうな目で、あ、前髪の長さどんなもんだったかな。眉毛ぐらいだった気がするな。うん、間違いない。あ、ちょっと頭ちっちゃい。こういう時は変形ツールを使います。便利やね、デジタルってデジタルって便利ですね。なんで正面で書いたかな一番難しいで正面で書いちゃった。はい、なんかバッテンが頭に伝わってます。はい、ブランディッシュ。はい、さあ次何にしよう。次何にしよっかな。モンハン書いてくださいモンハンとか書いたら怒られそうだからなどうだろうね。モンハン書いたら怒られるかもしれんからな。さて何にしよう。しかもモンハンのモンスターって書くの難しいよね、結構。僕ね、何度か仕事で書いたことあるんだけど、うん、意外とやっぱ難しいんですよね。デザインがしっかりしてるってのもあるんだけど。何かこうレオね、レオってレオね、ロキじゃない方ね。まあ同じなんだけどさ、同じなんだけど髪型がちょっと違うんよね。レオは実は結構つり目なんだよな。つり目っていうか目尻が尖ってんだよな。ライオンだしな。ライオン？獅子か。獅子だしな。あれメガネしてたっけ？メガネとかグラさんしてたね。あ、でもこいつ書くのもなんか懐かしい気がするな。意外と覚えてないな。意外と覚えてないな。なんか怪しいな。合ってるかな。ちょっとあれだね、もうちょっと頭がしっかり書かないと分かんないキャラやね。ちょっとちっちゃくなっちゃったけど、この辺に置いて、髪の毛が実はこう耳みたいなのがちょっとついてるのよね。分かりづらいけど。うわ、なんか今回スペースの使い方下手くそやな全然なんか使い方下手くそだわ。よっしょ。もうちょっとね、息抜きにブルーを書く。はい、息抜きにハッピーを書く。偽物だけど
偽物のハッピーも書いといた。よし、だいぶ書いたな。ね。うん。いっぱい書きました。こんな感じですね。あと1体ぐらい書こう。こう空いてるし、スペース。ちょっとこいつちっちゃくして。何ちょっと待って。コメントを読んでおりますよ。スパチャありがとうございます。何言ってんだこれ。ビートルズの曲を聴いた後、ルーシーに名前を付けることについて自分のチャンネルルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドで動画を作成しました。それを見に行くことを躊躇しないでください。どういうことだ見に来てくれってことかな。ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドね、ビートルズの名曲ですよ。ルーシーってね、そっから撮ってるんですよね、実は。はい、まあみんな知ってるよって話かもしれんけどはい、ちなみにルーシー一家は全員音楽つながりなんですよ。知ってました？お父さんの名前ジュードって言うんですけど、これもビートルズの名曲「ヘイ・ジュード」からですね。でアニメオリジナルなんですけど、レイラってキャラがいて、レイラはビートルズじゃないんですけど、クラプトンの名曲レイラですね。愛しのレイラから来てますね。あと誰かいたっけ？お母さん。あれ？お母さんの名前何だったっけ？お母さんがレイラか。お母さんがレイラだ。お母さんがレイラだ。忘れちゃった。アンナもなんかそれだと思うんだけどね。それ系だと思うんだけど。うん。アスパチャありがとうございます。もし可能であればホムラとワイズ書いてほしいです。はい。じゃあホムラとワイズ書こう。アスパチャありがとうございます。ガジルとレビーちゃんの結婚式の衣装を書いてください。さあ書けるかな書けるかな。じゃあ先にちょっとガジルとレビーちゃん書こう。なんか毎週書いてる気がするんだよな。ちっちゃく書くよ。ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ザ・ダイヤモンド。名曲だよね。歌えないよ。歌わないよ。歌わないし歌えないよ。名曲だよね。いやビートルズ名曲多いよね。ちなみにね、エデンズゼロのジギーの元ネタはあれなんですよ。デビッド・ボーイなんですよね。なんか他にも探せばなんかそういう洋楽が元ネタのキャラいそうなんだよな。ちょっと自分じゃ覚えてないんだけどさ。結婚式の衣装でバンダナ巻いてんのもおかしいか。でもバンダナ巻いてないとレビーってわかんねえんだよな。バンダナ風のこうなんかなんつうのこれ、鼻の輪っかみたいなやつよく知らねえけど。俺ベール下手くそ。ベールわからん。デザインがわからん。はいガジルとレビーの結婚式。ベール下手くそだけどまあ許してくれやね。はい、じゃあ最後ホムラとワイズ書こう。これ終わったらあれだね、ちょっとアイコン企画やりたいね。ホムラとワイズ。ちょっとあれだな、ここの同感いらねえな普通にこの普通に同感いらねえからちょっとこれ消すわ。でちょっとこいつもちっちゃくなってもらって、このスペースに書こう。
ワイズとホムラ、これ別にカップリング的な意味じゃないよね。どうなんだろう、そういう意味だったかな、分からんけど。ワイズ、ワイズね。なんかこいつもなんかちょっと前に書いた気がするな。でなんかクズクズって言ってたら、公式からクズって言われてるっつってなんか突っ込まれてたわ。いやしょうがない、こいつクズなんでね。でもまあ言うほどクズでもないか。いつもパーカー着てるイメージなんだよなこいつ。よし、じゃあ本村書こう。またね、アイコン企画やりながらまた落書きもしますね。アイコンのさキャラってさ、どうしてもやっぱオリジナルキャラなんでね、僕のキャラクター見たいって人も多分多いと思うから、ちゃんとねキャラクターの絵とかも挟んでやっていこうかなと思います。あとさ、アイコン企画なんですけど、当選した方はあれだからね、ちょっと義理立てて無理に使う必要ないんで、気が向いたら使って、なんかもう飽きたら変えてください。普通に全然そこ気にしないんで。うん、まあ一時的に使ってくれると嬉しいなぐらいの感じなんでね。あんまりさツイッターがさね、僕の書いたアイコンばっかりになると気持ち悪いからね、それはそれでね。うん、飽きたら変えて、全然気にしないから。もちろん使ってくれるのはそう嬉しいんで使ってほしいんですけど、はい、こんな感じかな。ちょっともうちょっとかっこよくしようこいつ。ちょっと位置良くないね、すみません。自分の書きやすい位置に持ってっちゃう癖があるね。配信でどう映るかも考えて書かなきゃいかんね。この辺がね、やっぱ配信に慣れてない配信初心者なんだよな。配信初心者です。まだ始めて1ヶ月ぐらいなんで、多めに見てやってください、そこは。よいしょ。はい、できた。さあ、できたけど、なんか色つけたいんで色つけます。さっきの、ね、投げ縄塗りというめちゃくちゃ速い塗りツールで。もちろんあれですよ、丁寧に色塗りたい人には、まあ、こんな塗り方は全くおすすめしないんだけど、こういうね落書きの絵をサクサクサクって色塗る分にはめっちゃ速くていいんだよね。なんかそれなりのクオリティにちょっと見えるんでね、ちょっと色塗っただけでも。うん、オムラはな、ちょっと髪の毛の色が濃いんだよな、濃すぎるんで、ちょっとだけぼかさないと他のものを食ってしまうんで、ちょっとこの辺ぼかすか。髪の毛のテカリもさ、投げ縄塗りだとすげえ速いんだよな。シャ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 って塗れるからね。でワイズの髪もサクッと塗ってそれっぽく仕上げますか。はい、あ、こいつ赤じゃねえや、紫だわ。どれぐらいの紫だったっけな、こんなもんか。はい、でけた。
いやー、今日いっぱい落書きしたね。もう超楽しかったわ。はい、こんな感じ。今日の落書きコーナーこんな感じ、こんな感じ、こんな感じです。また後でねちょっと落書きはしますけども、ちょっといつも通りねやっていきます。アイコン企画。はい、今回のアイコン当選者はこちらでございます。はい、こちらです。さえねこさんって読むのかな。はい、さえねこさん。はい、容姿女の子ツインテール、長さは腰くらい、白髪、水色の瞳、服装パーカー、真ん中に猫のシルエット、アクセサリー猫耳のような髪留め、よろしくお願いします。で追記で前髪の髪留めなしって言って参考資料が来てるんですけど、これファンタシスタかな、ファンタシスタっぽいね。これ全く同じに書くわけにはいかないんだけど、まあこんな感じで書いていこうかなと思います。はい、つってもねちょっとね時間節約のためにですね、はい、下書き終わらせております。すいません、下書きから見たかったって人すいません、下書き終わらせております。思いのほかウェンディになってしまいました。まあ、これ色で変えていこうかなと思います。そしてねこれも時間短縮のために、はいすいません、ペン入れを終わらせております。これねちょっと時間かかるかなと思ったんですよ今回。この絵を一から作るとちょっと時間かかる気がしたんで、本当に申し訳ないんですけどペン入れまで実は終わらせております。はい、これからね色を塗っていこうかなと思います。色塗りでねウェンディらしさはなくしていこうかなと思いますんで、はい、サイネコさんで合ってんのかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。はい、見てくれてるかな。いつもみたいにね見てなかったらねちょっと誰か呼んできてマシマさんちのヒロさん書いてるでっつって、あんたのアイコン書いてるぜっつってね。さあ色塗っていきます。ちょっとこれねちょっと時間かかりそうな気がするんだよな、色塗りも。いやでもなるべく早くでちゃんとクオリティを上げて塗っていきたいと思います。いらっしゃる？名前あって、あ、いらっしゃいます？あ、おめでとうございます。名前も合ってます。あ、よかった。はい、これでもね気に入らなかった、さっきも言ったけど気に入らなかったら使わなくてもいいですよなんかねこれやっていけばいつかそれある気がするんだよね。いつかはなんか書いてもらったはいいけど、なんか思ったのと違うなみたいなっていう人がいつか出てくるかもしれないんで、その時はもう遠慮なく、はい、使わなくてもいいです。ただ文句言うのはやめてください文句言うのだけはやめてください。使わなかったら使わないでいいんでね。はい、さて影を塗っていこう。影を塗っていくよ。影がねこのねこいつね、さっき言ったこの投げ縄塗り超便利なんだよね。めちゃくちゃ便利なんですよ。さっきの落書きはさ結構雑に塗ってたけどさ、まあこれも雑に塗ってんだけど、これ後でちゃんと調整するんで、こんな感じ。ちょっとレイヤー分かりづらいね。まあいいか。今使ってるレイヤーはこれちょっと消しとくか。これは消しちゃいかん。ペン入れのレイヤーとこの肌色のレイヤー、スキンのカラーのレイヤーとこの影のレイヤーですね。ここだけ。あ、ごめんね、これ絵描く人しか興味ないよね、そういう話ね。でも多分絵描く人とかも結構見てくれてんじゃないかなってワンチャン思ってんだけど、どうだろうね、分からんすけど。これ多分ね結構この絵仕上げるのちゃんと丁寧に仕上げると時間かかるんで、まあ配信では結構雑じゃないんだけどちょっとスピードでブワーってやって後でクオリティを上げてちゃんとお渡ししようと思います。まあね配信ではちょっとイメージぐらいの感じでこれぐらいのこんな感じのイメージになりますみたいな感じで、はい、塗っていきます。はい、
これちょっと前の動画で説明してるんですけど、透明色を使ってこの濃淡を出してるんですよ。すげえ分かりづらいかもしれないですけど、ちょっと絵を描いてる人用に説明しようはい、こう赤がこうあるとするじゃないですか。これね、こっちのレイヤーね、今ちょっと分かりづらいけど、レイヤー3って見えてるところで例えば赤塗るじゃないですか。そしたらこの上にこの赤いマークついてると思うんだけど、これがねクリッピングって言って、このクリッピングを外すとこんな感じではみ出ちゃうの。ほら、めっちゃはみ出てるでしょ。ただこのクリッピングをオンにするとはみ出ないんですよ。さっき書いたところにペタって貼り付くの。その範囲しか書けないの。そこでこの赤、さっき書いた赤のちょっと濃いめの色でこうやってね影つけるんですけど、ここでこれね、ここの透明色を使ってこれを塗ると、ほら元に戻るんですよ。これを使って切り替えていくんですよ。ちょっと分かります？今めっちゃ早く切り替わってるんですけど、こうやってこれねショートカットで切り替えてるんですけど、これをこう切り替えて、濃いので塗ると影になる。で、透明で塗ると下地が出てきて赤になる。これを使ってこうやって濃淡を出してってるんですよ。ね、なんか適当に書いたけど、なんか宝石みたいなのできたでしょ。こんな感じでね。これ絵描かない人には全く興味ない話だよね。申し訳ない。ついついやっちまった。さあ、ちょっと続き書いていこう。やっぱウェンディに見えるな。いや、髪の毛が白髪なんでね、だいぶ印象変わると思うよ、髪塗ったら。髪型も実はちょっとウェンディとは変えてます。似てるけど。これでちょっとね、今回そう、ウェンディ書いてないからな。ウェンディを摂取した人はこれで摂取してくれ。で、ハイライト入れようかな。ハイライト、ハイライトを入れて、ちょっと待った。ちょっとピンクっぽいの入れようかな。で、ハイライトを入れます。濃い影も入れよう。濃い影も入れます。ちょっと灰色も入れます。はい、そして目の中はめっちゃ早く塗ります。目の中はめっちゃ早く塗ります。肌の下にこうレイヤーを作ってですね、これが肌なんですよ。これが肌のレイヤーなんですけど、この下に1個レイヤーを作ってですね、殻のレイヤーを作って、もうここで目塗っちゃいます。ちょっと待って、目の色何色だったっけ？水色の瞳。はい、水色の瞳ね。ここでちょっとあれかな、欠けの部分とか直してもいいかもね。水色の瞳、こんな感じかな。で、ちょっとね交際的なやつも入れようか。それっぽくなってきたね。で、白目の影を入れます。
髪の毛いこう。髪の毛ね、やっぱね、自分の動画で気づいたんだけど、髪の毛も実は肌の下に作った方が早いねってことに気づきました。はい、今まで自分のやり方がちょっと遅かったです。と、白い髪の毛の場合はですね、ちょっとね濃い色で先塗ります。影ができないようにだね。こういう影がさ、もう白で塗るとさ分かりづらくなっちゃうから、結構濃いめの色でねブワーって塗っちゃうの。こうした方がなんか影に気づきやすいって感じかな。しかもね肌の下なんでこんな感じで結構ダイナミックにさっきの投げ縄塗りで塗っていけます。こういうはみ出したところを消すと。はい、これね先にこう赤で塗って後で白にした方が影が出なくておすすめですね。でこれを一瞬で白にして、でこれでもう境界線ができてるんで髪の毛に影をつけていきます。ちょっと濃いな。髪の毛白だよね、白髪だからあんまり濃い影はいらない。一旦バーって影つけて後でもっと薄くしていこうか。もうこれで完全ウェンディじゃないっしょね。全然これでもウェンディに見えないでしょ。あ、また回しちゃった。ごめんね、回す癖があるんだけど。髪の毛、そうね、もうちょっと薄くてもいいかな。まあその辺は後でねいくらでも調整できるんで。ちょっと青入れた方がいいかもね。ちょっとだけ差し色的な感じで青色を入れます。白い髪だからってさ、やっぱ灰色で影入れちゃうとちょっとねちょっと違う気がするよね。ちょっとこう青めな感じでこう入れて、でさらにこれちょっと色調補正かけて、紫はダメね。白っぽい感じでもうちょい薄く、もうちょい薄くして、こんなんでいいんじゃない？あ、そんでね、そうだ白髪の場合はね、髪の毛の輪郭もね黒だとちょっと目立ちすぎちゃう気がするんだよな。これだと薄すぎるか。ちょっと青っぽい輪郭にした方がいいかもね。どうだろう、やりすぎかな。この参考資料のやつがさ、もう全然輪郭がないようなやつだからさ、ちょっとだけこう髪の毛を輪郭線を薄くした方がいいような気がするんで、ちょっと分かりづらいけど今輪郭線をね黒からちょっと青っぽい感じに今変更してます。いや、もっと一瞬でパッてできる方法あるんだけどさいつもなんかもうこのやり方慣れちゃってこれでやってんのよ。おお、いいんじゃねいいんじゃね。はい、あとはもうね服なんでパパッと終わると思うんで、つっても結構やっぱ時間かかるな。一旦落書きコーナーに行きますこれちょっと置いといて、さいねこさんちょっと待っててね。はい、他の方のね落書きの要望もあるんでね、それ書いていきましょう。はい、さっきからなんかめちゃくちゃ来てんだけどいろいろ来てるんだけど、
グレイとシルバーとグレージュってなんだ。グレージュあれか、息子か。覚えてっかな。息子ってあれな、妄想で書いたやつね。シルバーも結構怪しいんだよな。シルバー怪しいなグレーはさすがに書き慣れてんだけど、シルバーかなり怪しいぞ。調べるか、また自分のキャラクターをシルバーでもそうね、覚えてねえな、さすがに。もう結構昔すぎて。グレイとシルバーとその妄想で書いた息子、妄想で書いたってかあれか、これも実は100年クエストにちょっとね出てくるんですよ。どういう風に登場するのかちょっと見てのお楽しみなんですけど、妄想とは言っても妄想じゃないんですよね100年クエストね、気になる人はぜひ見てください。はい、グレイはもう書き慣れたもんですよ。枠作ろう。枠を作って、はい、グレイは書き慣れたもんです。問題はマジでシルバーなんだよな。シルバー検索するかさすがに覚えてねえんだよな。シルバー FT シルバー FT じゃ出てこねえな。シルバーフェアリーテイルルと、出てきた。かっこいいなこいつかっこいいじゃん。よし、これ見ながら書こう。こいつな、いろいろ思い出してきた。はいはいはい。ちょっとグレーの顔変だな。髪の毛のせいだ。ちょっとお待ちを。ちょっと調整。こうすれば変じゃないから。はい。シルバーね。こいつでも登場回数そんな多くないからさ、やっぱ覚えてないよね。髪の毛がかなり怪しいんだよな。また正面書いちったよ。なんで正面書くかな。一番めんどくせえんだけどな、正面。多分目はグレーと同じなんだろうな。でっけえ傷がなんか額にある。でっけえ傷が額にあると。よしよし、それっぽくなってきたぞ。覚えてる人いる？その前にこのキャラ覚えてる人いるかな。結構みんな忘れてんじゃないこいつ。いいんじゃない。こんな感じかな。そして問題なのはグレージュ、覚えてるかな。グレージュ、覚えてるわ多分。何度も言うけどね、100年クエストに登場するんで、本当にどうやって登場するかは言えないんだけど、なぜか登場するんで、グレイとジュビアの息子っていう設定なんですけど、なぜかね登場します
グレートジュビア好きって人多いよね。特に海外がすごい人気だよね。ありがたいっすよ本当に。だってそうね、もう一応100年クエストやってるとはいえ、一応連載終わってるからね、本編はね。それでもこうやってまだまだ好きだって言ってくれる人がいるのは嬉しいよね。ちょっと髪型怪しいけどな。まあこんなもんだろう。はい、で焼けた。髪の毛黒なのかな、ベタじゃない気がするんだよな。はい、できました。今日あれね、レイブのキャラ一人も描いてないのよ多分。なんかレイブのキャラ欲しいな。まあ古いから別にいいんだけどさ別にいいんだけど、今週あれなのよ、レイブのキャラツイッターに上げたんですよ。なので欲しいな。レイブのキャラ欲しいなちょっと待って、どれにしようか、何にしようか。決断、名前間違えてるし。決断ってなんだよ。ケツプリ団だよ。まあ大して変わんねえけど決断ってちょっと違うよあ、そっか、グリフォン書いたか。じゃあいいやグリフォン書いたからもう満足か。シャオメイ書こう急にエレンズだけど、シャオメイ書きます。そしたらまたちょっと色塗り戻ろうか。シャオメイ好きなんですよ。シャオメイは多分なんか中国語でなんか意味があるというか、中国語っぽい名前にしたんだよね。なんか多分意味もあったはず。ちょっと今パッと出てこないんだけど。そう忘れてた。シャオメイも実は目に特徴があってですね、ちょっとねこう瞳がね縦長なんですよ。猫目っぽい感じですね。なんかね、基本的に同じ顔しか描けないんだけどさ、一生懸命こうやってさキャラの違い出そうとしてんだよな。耳出てなかったわ。なんか変な髪型してんだよな。こんなんだった気がする。でここにこういうのがついていると。はい、完成。さて、じゃあちょっと色塗り戻ろう。次はパーカーは水色。あれ、パーカーの色は決まってないのか。どうしよう。パーカー水色でいっか。これとね全く同じにするわけにはいかないんだけど、まあ水色でいいんじゃないかな。パーカー水色。目の色拾おう。目の色を拾ってパーカーの色にしよう。なんか胸に猫のマークって書いてあったよね。猫のシルエット。こんなんでいいかな。でこの中も白にしたいんだけど、さっきと同じように色かけを防ぐために一回赤にします。
てから一気に白にします。でここはベタにしちゃおうかな。ベタって黒のことね、漫画用語です。多分漫画用語かどうか知らんけど漫画用語です。よし、これで OK。 次はね、服はもう定山っていう描画モードで一気に塗っちゃいます。定山も便利だね定山もめちゃくちゃ便利だね。くっそ便利。定山ってさ、こういうなんか色がさ違ってるところを一気にさ色つけれんのよ。描画モード定山ね。これもうほんと絵描いてない人にはさ何のこっちゃって話だと思うんだけど、すげえ便利なんですよ。いちいち説明すんだって話だけどさ、ちょっと説明させてこれどれだけすげえかって話を。例えばさ、こういうなんかいろんな色がこう置いてあるものがあるとするじゃん。でこの上にここのそうだね、灰色っぽいやつでこの上からなんだろう、筆でねブワーって描くとこんな感じで、わかります？下の色のこの境界線を維持したまま暗くできるんですよ。だからこれでねすごい影がつけやすいですね。間違えた。すげえこれ便利なんですよっていうはい、またちょっとあれだ、お絵かきしてる人向けトークしちゃった。つかまあお絵かきしてる人なら大体知ってるかな。定山ね、めちゃくちゃ便利だし。さあ同じようにちょっとだけ影をこうつけていきます。もうほぼほぼ完成やね。ほぼほぼ完成。何度も言うけど後でちゃんとねクオリティをもっと上げてからお渡ししますんで。はい、ちょっとこの辺気になるな。ちょっとね細かいところやると集中しちゃうねよくないですね。集中してね、なんか全然言葉が出てこなかったわ。いいか、配信初心者なんで許してください。ちょっと細かいとこやるとマジでなんか集中しちゃうわちょっとハイライトとちょっとだけ濃い色欲しいね。ちょっとだけ濃い色を入れます。はい、こんな感じかな。はい、ちょっとハイライトも入れます。ハイライトどうしようかな。ちょっと同系色で、いや同系色じゃない方がいいな。この場合のハイライトはね、何色がいいかな。緑っぽい方がいいかな。ちょっとね緑で思いっきりブワッとやっちゃうか。もうちょい薄めで。ちょっと髪の毛の色っていうかあれだね、線画の色を変えたんで少し浮いて見えちゃうんで、他のところも少し色変えようかな。ちょっと
線画を他のところ肌の色もちょっと変えましょう。肌の部分の線画をちょっと茶色風にしようかな。少しだけ茶色っぽくして髪の毛の線と少しなじませる感じにしましょう。ちょっとだけね薄くして、ちょっとこの欠けが気になるな。よし、ほぼほぼ完成。どうでしょう、さいねこさん。こんな感じになりました。どうかな、コメントくれる別に今無理強いはしないけど。はい、ありがとうございます。かわいい、よかった。かわいい、とてつもなくかわいいです。はい、ありがとうございます。よかった。はい、じゃあね、これ後でお送りしますんでちょっとお待ちくださいと。さてさて、もうこんな感じかな今日はね。そうだ、忘れてた。ちょっとまだね、僕ね落書き紹介したいんですよ。まだまだ自分の書いた落書きまだちょっとね紹介しきれてない。ちょっと待って、それも最後に言おう。はい、ちょっと続いてこちら、この落書きも気に入っております。夏とね春と四季で全部の作品に共通するプルー、この3人のねイラスト落書きめちゃくちゃ気に入ってるんですよ。ちょっと新しめではあるんですけどね、ここからちょっと新しいものになっていくと思います。はい、続いてこちら、逆にねヒロインたち、これでもね覚えてんだけど、これ何かっていうと、僕のね元担当の M 木さん宛てに書いた落書きだと思う。全部これ M 木さんの好きなキャラでまとめた感じ。だいたいヒロイン好きになるんですよで、あとプルーとこの左のなんだっけ名前が出てこないポヨって人ポヨ言う人好きなんで、ルビー、そうルビーだ。そう、ヒロインとプルーとルビーが好きだったなと思って、後ろにねちっちゃくね M 木さんいるんですよ。これこれ M 木さんの誕生日に書いたやつです。さっきね日付確認したら M 木さんの誕生日に書いた落書きでしたね。はい、で続いてはこちら、これはなんか猫の日だっけ、にゃんにゃんにゃんみたいな、2月2日みたいな感じのレベッカとハッピー、結構新しめですね。はい、そして続いてはこちら、はい、ウェンディウェンディとなぜか P の、この辺から P のいじりが加速してくるんですよP のいじりが加速してくるんですよ、こういうのとか左下にいる P のめっちゃいい顔してないですかこれなんとも言えない顔してんですよこれね、レベッカのコスプレしてるんですけど、なんとも言えない顔してて好きなんですよ。でもういじりすぎて最終的にどうなったかというとこうなります。もうかわいそうな感じになってますひどい4コマにされてますかわいいんすけどね。はい、そして次がこちら、これねモンハンにはまりすぎてモンハン風に描いたイグニールですモンハンのモンスターのなんかねライズの時かな、こんな感じだったでしょ。はまりすぎてねちょっとイグニールをそれっぽく描いちゃいましたで次がこちら、もうこの辺結構新しいんだけど、ホムラのイラストですね。なんか知らんけどすげえ気に入ってんすよ。なんかこういう服着てるホムラがすごい珍しいんで。はい、そして、最後かな、こちら、はい、さっき書きましたけどシャオメイです。これなんかあんまり書いた記憶ないんだけど、これ結構新しめだよね。あんまり書いた記憶ないんだけどさ、こんな感じでございます。はい、というわけでね、今日もいっぱい書いたな。もう一回ちょっと初めから見てこっか、書いたやつ。はい、こちらマニアックなキャラから定番のキャラまで。はい、そして次はこちらここ一番マニアックゾーンな気がする。そうでもないか。
はい、続いてこちら。はいはい、そしてこちら。ここが一番マニアックゾーンかなこれちょっと今日全部ツイッターで上げれないぞ、ちょっと多すぎてどうしよう。ちょっと選んで送るかな。でこちらですね。はいという感じでございます。はい、いやいやいや、本当ありがとうございました。はい、さあ今日はこの辺にしとこうかな。ね、みんな本当ね、たくさん見に来てくれてありがとうございます。ね、あ、そうだそうだ、言い忘れとった。そう、エンディング流そうこういうところがね、ちょっとなってないんですけど、ちょっと待って。はい。音量大きかったら言って。ちょっとちっちゃくはしたんだけど。はい。ちょっとちっちゃすぎるかな。はい、こんな感じでね、今日もこれで終わりにしたいと思います。なんかあったかな、言うこと。なんかお知らせあったような気がするんだけどな。あ、そうそう。ファンイベント的なやつやりたいんですよ。で、エデンズゼロのもうすぐ200話なんですけど、200話の時に多分何かしら発表があると思うんで、チェックしてください。ね、ファンイベントやりたいと思っております。多分サイン会的な感じにはなると思うんだけど、それプラス何かやりたいなと思ってるんで、ぜひチェックしてみてください。あともう一個ぐらいなんかあった気がするんだけどな、覚えてないや。またね、来週も配信できたらやりたいなと思ってるんで、その時にまた思い出したらやろうかなと思っておりますね。いやいや、ほんとね、長時間ありがとうございました。アイコン企画もね、また次もやりますんで、楽しみにしててください。あ、そうだ、忘れてた。そうそう、動画話したっけ月曜日にね、動画1本上がるんで、今度は物語の書き方です。楽しみにしててくださいね。はい、それじゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございましたね。またね、バイバイ。